スパイのバサラカ9月6日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はいよ。ラジオネーム魚の子さん、ありがとうございます。この方、はい、中学生ですね。中学生、ありがとう。12から14歳って書いてます。はい、ありがとうございます。洋介さん、ケントさん、こんばんは。こんばんは。いつもバサラカ楽しませていただいてます。私はザ・ファーストテイクでスパイのオレンジを聞いたのがきっかけですっかりファンになりました。何か心を掴んで離さないものがあって動画を何度もリピートしていました。嬉しいね。その時友達に誘われて見に行った配給の映画でオレンジが流れてきてマジでびっくりして号泣しました。知らなかったってことか。ってことだよね。それまで配給のことはあまり知らなかったけど、その映画をきっかけに一気にハマってしまいコミックスも45巻までしっかり集めました。すごいしっかりハマったね。今は中3なので、受験勉強の真っ最中、吹奏楽部の部長としても忙しい毎日を送っています。引退が遅いので夏休みは午前中は部活、午後は塾、夜は宿題や復習の繰り返しで、正直すごく大変です。これからの勉強も大変だと思いますが、いつもスパイの曲を聴くことで気持ちを切り替えられ頑張るパワーをもらっています。昨年の文化祭では吹奏楽部でオレンジを演奏して、みんなですごく盛り上がりました。すげえ。さらに給食の時間にオレンジのアルバムが流れることもあって、いつでもスパイの曲に囲まれている感じがして嬉しいです。家でアルバムを聴いている時は小1の妹が踊り出します。嬉しい。すごい。特にオレンジの歌詞の中にある確かなことだっていつかわかるから間違ってもいいよ怖がらないで、このフレーズは勉強や生徒会などいろんな場面で間違えることが怖かった私に勇気をくれて本当に大好きな歌詞です。洋介さんとケントさんは中高生の時に思い出に残っていることありますか？受験が終わったら絶対にスパイのライブに行きます。これからも素敵な曲をたくさん聴かせてください。素晴らしい。いやこれさなんだろう、こんな素晴らしい後に我々の中高生の思い出なんて語れないね。語れない失礼だよ。そんでさすごいできた子だね。できてる。いやだって部長もやってるでしょ。いやすごい。そうかでね、生徒会とか入ってるし、すごい。すごいね。これ末恐ろしいよ。これ大人になったらどこまで行っちゃうんだっていうぐらいね、むしろ俺らがお願いしますみたいななんか可能性だってあるしね。この1枚で終わりでいいですって思うぐらいしっかりした文章だしいや本当でもこのパターン初めてかもね。ファーストテイクオレンジきっかけで配給を知るっていう、ね、すごいね。いや何があるかわからないとはこのことですね。確かに。いやありがたいですねマジで。まあでも今勝負時かな、中3で受験勉強でこの夏っていうのは。もうでもさむずいよね。なんか俺、その中高とかに関しては、中学校も、だから高校受験、もう僕が高校を選んだ理由が女の子が多いからなで高校でさそっちだ。そっちなんだ。高校はもう完全にバンドをやってたから、ベッドとかしてたし自分の机は、夜中まで、そのギリギリ未成年が働けるギリギリの時間までバイトをして、その後練習して、朝の5時とかに家に帰ってって、でもそうなるよね。そのまま7時とか8時学校行くっしょ、寝て、目が覚めたら、もう最後のホームルームやってて、バイト行ってみたいな。でも一応教室に行ってたんだ。俺保健室ずっと寝てた。一応教室俺ねこれだけは自慢できることがあるの、絶対に教室に行って、そもそも高校にもね単位ってあるわけ。あるね。そう、であんまり知らないじゃん。周知されてないじゃん、この授業に出なきゃいけない日数って、基本絶対来なさいだから、それはおかしいと、俺は当時、先生に単位を聞いて、この授業は何回俺は休めるんだと。そういうのある。それがあるのよ。出席日数っていうのがあって全部に。でそれ大学はあるじゃん。その単位として取らなきゃいけない。俺高校違った。テストの点数。違う、それ基本そうなの。テストの点数で、まずあって、でそっから出席日数とかの足りない分が点数としてこう引かれていくみたいな感じ。そういう系だったんだ。だったはず。だから俺、高校3年の時か大学受験の時は、俺ももう夜型で、だいたい朝5時ぐらいまで勉強してたから、でそっから学校行くじゃん、寝るじゃん、で結構あるのよ。その受験科目じゃないクラスとかも、音楽とかあと政治経済とか、俺その世界史取ってたから、あとなんかまあでも国語
は俺もうこんなもん一発勝負だと思って、そもそも受験勉強してないから、まあ古文漢文、現代文もう呪文に聞こえてきたもう難しいは言葉が基本的にもう出席してなかったね。その時間はもう寝に行く。でも英語と世界史の授業だけは絶対出るみたいな感じです。なるほどね。そうだ、うちは両方とも必要だったの。その出席日数も、その最低限。公立？私立。だからじゃん。だからか。公立だったもん。なるほどね、そういうことか。そうだ、俺テストは別に赤点取ってなかったから、その出席日数だけ最低ラインを教えてくれって先生に言って、それを全部その時間割、で正の字書いて、ここあと何回休めるっていうのを記入して、要は午前中の授業、休めるところは遅刻していくみたいな、やってたから、こうなんだろう、魚の子さんの聞きたい話は絶対に聞けないっていう、全てをかけてしまった遊びに当時はね音楽が遊びだったし、そちらにこう全てを全ベットしてしまった人生だったので、まあでも逆を言えば、そういう中高生でも大人になって頑張ればまだチャンスはあるってことですよ。まああるよね、それは。逆に、あれだよ、中高生でよかったからっつって、社会でもそのぐらいうまくいくと思って期待して社会出たら、意外とそういうもんじゃない。そうだね。だったりするね。そうだから高校ぐらいからやっぱバイトとかしてた方がいいね、絶対ね。だからまあでもなんか多分やりがいがあることが好きなんだろうね。いや、だからすごくね、その社会出てからも重宝される人間になると思う。だから多分魚の子さんも魚の子さんでやりたい職業とかあると思うけど、それに対してまっすぐね、進んでほしいね。その今の気持ちをそのまま持って生きてってほしいね。その変にこうなんかひん曲がっちゃったりとか、なんか絶望しちゃったりとかせずに、このいいこともありゃ悪いこともあるから、実際。まあだから絶望を感じるのも逆にいいかもね。そうだね。だからこのまま走り切ってほしいね。なんかこう頑張ってくださいっていうのも多分頑張ってるだろうから、いろいろあれだけど、そのままね、一旦は受験が終わるまでかな。まずは受験勉強ね。そうね、走り抜けてもらいたいですね。まあ第一志望落ちても受かっても結果やったっていうの、そうそっちの方がね、実績が大事なので、それは絶対やってダメだった時のね原因とかもあるわけだし、そういうのをこう経験値として踏んでほしいですね。いや本当にすごいわ。この文章を見たらめちゃくちゃ勉強できるだろうし、まあでもそうだもんね、人当たり良さそう。18でもう成人だからね。そっか、そうだよね。もうだってもう中3なんて、もう中3なんてさ、もうなんだろう、ただただ女の子の多い高校に行きたいしか思ってなかったもんね。マジで中3なんてどうやってエロ動画を見るかみたいなさ、ほんとそうだったよ。しょうもなく思えてくるわ、こう魚の子さんのこうメール見てたらね。いやまあ、まあ時代ですから言うても、いや素晴らしいです、はい、このまま走り抜けてください。ということで本編収録準備ができたのでアイドリングトークはここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。